Like there, and then I run into him and his husband there because I.
では今週の読書の振り返りです。先週はちょっと余裕がなくてお休みしてしまったんですが、今回は文学界のファッション特集について話したいと思います。で、特集の中でも特に北村美智子さんと伊賀大輔さんのインタビュー記事が良かったので、それについて話そうかなと思います。で、まずスタイリストの北村美智子さんのインタビュー記事なんですけど、こちらは北村さんが愛読書について語っているような記事でした。で、4ページくらいで短いんですけど、言葉に力強さがあってすごく印象に残りました。で、紹介されていた本で気になったのがウィリアム・トレバーの小説ですね。で、北村さんがトレバーの小説をこんな風に、紹介してました。読んでみます。説明的で野暮な文章がないから、その人物がどうしてその行動をしているんだろうと考えながら作品の世界に入り込める。それがストーリーテリングなんだと。で、これ読んでもう単純に読んでみたいなって思いましたね。で、あと読んでみてとにかく魅力的でかっこいい人なんだろうなっていうのが伝わってくる記事で、読み終わった後もっと北村さんのことを知りたくなって他にインタビュー記事がないか探したくらいでしたね。で、もう一つが伊賀大輔さんのインタビューですね。言葉から衣装を立ち上げるっていうタイトルで、伊賀さんがどうやって映画や舞台、ドラマのスタイリングをしてきたのかが語られています。で、作品で言うとジョゼと虎と魚たちとかパーフェクトデイズとか、自分が見たことのある作品の裏側を知れるのも面白いんですけど、見てない作品ですね。例えば大豆田十和子と3人の元夫や細田守監督の作品なんかについても、どうやってスタイリングを組み立てていくのか、その思考のプロセスまで読めてすごく楽しめました。で、これを読んだ後に映画あの子は貴族を見たんですよね。で、そしたらなんか自然と衣装に意識が向いている感じがして、改めて映画を見る時の視点が一個増えた感じがしましたね。今更っちゃ今更なんですけど、これでまた映画をより楽しめそうな気がしています。で、あと特集にあった魚戸さんと、あとデザイナーの大月宗志さんの対談も面白くて、全体として大満足の、特集でした。はい、そんな感じですかね。以上、今週の読書の振り返りでした。最後までご視聴ありがとうございました。